こんにちは。大工の翔也です。今回はね、既存の6畳の天井、そしてこの新しく出したね、この間の部分の天井と壁を仕上げていきます。乗せれば乗せるほどしっかりするしな。揺れることはないわな。ボード置きの台やったらもう少し低くてもいいわな。この間ね、この面白い作業台があるよって紹介した、これ話題になりましてね、もう1ヶ月ちょっとでこれ3000台売り切れたそうです。1ヶ月ちょっと使ってみてね、ここにコンパネ置いて作業台として使うのはもう今度ベストなんです。高さもいいんですけども、やっぱりこの現場で使うのはこの上にボードを置いてね、その上でまだスライドソーで仕事をしたい。もう10センチ低いのがこうできんかなってね言ったらね、すぐこの10センチ低いの作ってくれましてね、こっちにこう置いてあるんですけどね、こういう形にしたいわけね。現場では部屋の真ん中に、作業台を置いてね、1部屋分だいたい20から25枚こうやって乗せます。このスライドソーを乗せて仕事がしたい。これがもう自分の理想的な仕事のセッティングですね。作業台だけでしたらね、もう今度十分できるんですけどね、この10センチ低くしてもらっただけなんですけどね、これがやっぱしこの現場の声に寄り添ったこの対応ですよね。すぐ分かったよってこの10センチ下げてくれるっていうのはね、ちょっとこの嬉しいですよね。で今回ね、低くしたのに加えてね、こういう小さい1スパンのパターンも作ってくれました。これはね、またこれだけで一つのテーブルとして使ってもいいですし、高さを揃えてね、これはサブ6番ですけど、ここに3等板が置けるんですよね。これは使い道あると思います。それとね、この台の名前なんですけどね、伸縮作業台、なかなかねこう言えんのでね、伸びる台を伸び台ってこう言うとったらね、ああこれ言いやすいなということで、この伸び台に決まりました。なんちゅうんですかね、この現場の名前らしいですよね。伸び台、伸び台、そのまんまで伸び台です。伸びる台ね、伸びて広がる台、伸び台。今度新しく出る6種類の伸び台はね、ビルジーの公式ショップにて予約販売してます。でも今売り切れてしまってね、皆さんに届くのは5月中旬になりそうなんですね。どうか楽しみにしていてください。ちょっと余談が過ぎましたけどね、天井やってきます。まずね、天井の下地の前にね、金門の締め直しですね。この金門ボルトもね、30年経つとこれだけ緩むんですよね。ガッタガタ、ネジ3回転しますよね。これをやっぱできる限りね、全部っちできませんからね、手の届く範囲全部締め直してね、これはやっぱしリフォームの時しかできませんからね、努力する意味がありますよね。今回の天井下地はね、ボード下地ですよね。普通のボード下地と全く変わらないんですけどね、一番違うのが既存の回り縁が残ってるってことやね。化粧の回り縁が先かかった上に鉄鋼ボードを貼っていく。普通はね、天井のボードを貼って、そして回り縁をつけていく。もう古い回り縁が残ったまんま仕上がってますからね、それにこの 9mm ボードを合わせて貼っていく。クロス貼りますから 1mm 弱とかそれぐらいの隙間やったらよしとしてね、貼っていかないといけないってことでね。下地はね、まずいつものように四方を打ち回します。四方を止めるときにね、糸張ったり墨打ったりして止めないってことでね、多少上がり下がりはね、残った回り縁あるんですけど、残った回り縁にボードを挟んでね、そして柱、馬柱、間隔の広い場所はね、下地で胴出しから止めてやってね、ボードが無理なくスーッと入る状態でとにかく四方を打ち回します。あとはもう同じです。それに300ピッチで野縁を一方方向で流していく、そういう下地になります。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10本。天井の下地もね、大工によってね、野縁の上にゴム動縁をこうはわしてね、そしてする人もいますけどね、自分は野縁だけでね組んでいくのが好きですね。ボードビスもしっかり効きますしね、全体がしっかりしてくれます。そして天井つるのは三尺間ですよね。どんな天井しても吊り木も切れ端のこの野縁でね吊ってきます。最初にね高さを見るためにビスでしっかり高さを見て、だいたい3ミリか4ミリほどしかもうこの頃だんだんむくらさんようになったんですけどね、昔の天井ってねもっとむくらしたんですけどね、特にこういう回り縁が残ってる場合はねむくらしますとなおこうすきますしね、3、4ミリ真ん中にむくらしてあって、そしてしっかり留めるのは釘で留めます。普通の釘のガンで留めて、この頃のビス良くなりましたからね、切れるってことないんですけど、鉄釘で打っといたら安心ですよね。今度はね断熱材を入れてやります。最初この天井裏にはね断熱材は入ってなかったんですけどね、普通2階がある場合ですよね、大体が断熱材は入れませんよね。でもせっかくのこのリフォームですからね、入れないより入れた方が効きますからね、断熱材はしっかりと入れてやります。ではね天井のボードを貼ってきます。天井9ミリですからね、9ミリの天井の場合はカッターで十分ですよね。真ん中で切るまでもないですよね。今回の場合ですとキリッパーでもね面だけ取ってやれば回り縁の上スーッと入りますし、切ったとこは外へと持ってけばね全然綺麗なとこが中に入ります。でもね悲しいからこの部屋というかお宅の建物はねメーター芯なんですよね。ですから1枚半で届かないっていうのがねちょっと厄介だったんですけど、まさかメーター板とかね長いのもらっても大変ですからね、継ぎ手にはしっかりボンドつけてね、そしていつものように貼ってきます。いいやろ。このボードの継ぎ手はね3着ずつテレコに貼ってるんですけどね、黒沢さんによってはねスカッと揃えてもらった方が、もしトラブった時に一列のスーッとまっすぐな線ですテレコにしてあると、トラブった場合にまっすぐに継ぎ手が見えるか三着に見えるか、継ぎ手さえトラブらなんだらどっちでもいいんでしょうけどね。ボードの張りじまいもねこれ張りじまいしにくそうに思うんですけどね、案外こう楽なんですね。一回片方へ多めに送ってやってね、でまた戻してやれば簡単に貼れます。ボードのやり送りですよね。
板の間の上のこの天井板もね、同じようにこのボードで貼っていきます。回り縁の下にねワイヤーを入れたことで天井をつなげるってことはできないんですけどね、下がこの板の間にコロッと変わってるんでね、上も縁切れて全然違和感はないですよね。これは半分に切れると今度は部屋と部屋の間の三尺の壁ですね。1メーターの3メーター。建物もむちゃくちゃに通ってるわけではないんですけどね、もともとの間柱がちょっと変なんですね。柱と寸法違いの間柱でね、胴口足してちょっと変わった仕方してありましてね、そこへこの胴口まっすぐ通してやればね、2ミリ3ミリ通っててもね、よしとね。無理にこの一角だけは大壁になってしまうんですけどね、ここへテレビ置いたりちょっと家具の一つも置いてね、またそれはそれでいいと思います。回り縁もね後打ちになるんですけどね、台話の下はとスカッと揃ってね、いい感じに部屋と全然違和感がないですよね。床の幅木はねヒノキで揃えてあります。これでね、既存の和室の天井、そしてこの部屋と部屋の間のこの壁ですね、これ仕上がりました。もともとのあった部屋はこれで大体が完成です。以上、大悟翔でした。